んにちは、佐護ニューマテリアルギターズのくぼっちです。今日紹介するのはこちら、佐護クラシックスタイル S カスタムになります。ザ・オーダーって感じね。かっこいい。これいけてるよな。いけてる。それでは行ってみようということでね、クラシックスタイル S カスタムなんですけども、うちじゃないとできなさそう感強ないオリジナリティにあふれまくったモデルになってるんですけども、じゃあマテリアルからね、もうこれパッと見やったら何でできてるんやろ感すごいと思うんですけど、これもいつも通り木材で全部できてまして、ボディは欅、まさかの欅です。指板はリッチライト、これだから塗装してなくてこの色ですね。人工木材で、ネックはこれも今黒く塗装しちゃってるんですけど、板や楓になっております。実は和材が使われてる欅なんで、重さも割としっかりありますね。もともとオーダーいただいた時にイラストでこんな感じのデザインいただいて、もう まさに黒に青にこうビビビなんていうの、幾何学ゲームの世界の研究所みたいな。あ、そうそうそう。団体？団体組織のマークみたいな感じするような。まあこの、絵をいただいて、実はねこれね、絵描いてるだけじゃなくてね、青いところほんまに一段落ちてるんですよ。バリ良くない？で、後ろもこんな感じ。かっこいいね。インレイもね、オリジナルでイラストいただいた通りのインレイで作ってます。ヘッドは青でつけてます。でね、まずこんなことしたことないんで、一段落とせるかとかね、いろいろ問題が出てくるんですよ。落とすんはいけるやろうけど、青塗れるのかとか綺麗になるのかとか、もう山積みで問題、でこれ結局どうしたかっていうと、一段落とすのはね、簡単って言ったらあれなんですけど、そういうデータ作って彫ってしまえば全然できるんですよ。こういうデザインも彫ることだって、うちNC ルーターあるんで、コンピューターでそういうデザインを作って機械を回してしまえばできることなんですけど、何が問題かってこの塗り分けなんですよ。で、なんで塗り分けが問題か、マスキングして青塗ればいいやんってだけなんですけど、こう寄ってみた時にめっちゃ綺麗かったと思うんですけど、なんであんなに綺麗になるかって、まず生地の状態でめちゃくちゃ綺麗にまっすぐになるように研磨をして、その後特に欅とか銅管が太いんで、その塗料をどんどん吸っていくんですよ。なんかそれが吸ってあと、そのボコボコになるのをならないぐらいまでちゃんと下地で塗料で埋めた後にまた塗料の層を研磨して塗装して研磨してって、こう今までの制作動画でもひたすら研磨と塗装を繰り返してたと思うんですけど、そういう工程がね絶対必要になるんですよ。艶のあるモデルやったらバフ当てとかしてるからイメージつくかもしれないんですけど、こういう艶のないモデルでもこう綺麗に半艶の感じが出るようにするには、生地の研磨も塗装の研磨もめちゃくちゃ必要で、その工程がね一段落ちてるとできないんですよ。わかります？こういうねちっこいとことかもう無理なんですよ。ほぼすごい幾何学なことをこう手で彫ってやってる、そういう職人さんは一旦置いといて、なのでどうしたかっていうと、まずここ木を普通に彫って、中に入ってる青はアクリルをね実はこれ入れてるんですよ。でもっと言うとね、そのもう一個手前があって、ピックガードがね黒青黒の3プライなんですよ。で黒青黒の3プライのピックガードを割と探したんですけど、ちょっと見つけられなくて、もしかしたらあるかもしれないんですけど、実はこれ黒と青と黒の板を買ってうちで3枚接着して削って作ったんですよ。なんでこの黒青黒の3プライというのができてるんですけど、ってことは青の色が決まっちゃうじゃないですか。この青色に合わせた色を作って、アクリルの板に青を吹いて、これ全部分のパーツを作ったんですよね。これも一個一個、ここも一個一個、これも大きいパーツを全部作って、その作ったパーツをここにはめてるっていう感じですごい大変やったけど、それだけねかっこよくできたからいいんじゃないかなと思って、ここにオリジナルのマークがあったりとか、これもお客様のお持ち込みいただいたんですけど、角がねちょっと青が入ってる似合う感じのパーツだったり、全部このマットブラックで仕上げてるんで、パーツも、ある限りはサテンブラックのパーツ使ってたりとか、ジョイントプレートも黒で、裏のバックパネルがダミーパネルとなっております。こちらトレモロついてないタイプのブリッジなので、ここにね本来スプリングを隠すためについてるパネルなんですけど、このパネルはダミーでついてます。ここ外しても空洞ないです。ここもオリジナルのデザインを、これは塗装で入れましてね、塗装で入れたりで、もう一個見た目のとこで気づいた人います？これはファンじゃないと。
ファンじゃないと気づかないなヒント思いますよヒントください。こっちボディが弊社のクラシックスタイル S シェイプなんですけど、ヘッドはうちのユミルシェイプになってます。これもねオーナーさんからのご要望で。光っぽいっすやん、ユミルのヘッドって。あー確かにユミルのヘッドかっこいいよな、うん、このキュインって感じがかっこいい。ここのコントゥアのユミルヘッドのだけじゃなくて、ユミルと同じ仕様になってる部分が、フレットはステンレスフレットになってて、指板はコーニカルラディアス円錐指板ですね。ちょっとずつ R 具合が緩やかになっていく円錐指板。リッチライトっていうところもユミルと一緒かな。でネックの中にはサポートのカーボンロッドが入っております。てんこ盛りだね割と。ゆうこはやっぱ見た目だけじゃないですね、その仕様の感じが。そう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 、引きやすさ使いやすさやったり、あんま触れなかったけどお持ち込みのピックアップ搭載させてもらってて、配列だけで言うとシングルハムバッカーみたいな配列になってるし、リアはまあハムバッカーじゃなくてこれ P90 タイプなんですけど、キルスイッチがねここボタンでついてたりとか。そうね、ペグも510シリーズの MGT ロックペグ使ってるし、細部まで多分今まで楽器触られてきてこういう風にしたいっていうのがいろいろ詰め込まれてるモデルなんじゃないかなと思います。かっこいいだけじゃなくて実用性ありそうですね。ということで今回はオーダーいただきましたオーナー様ありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録グッドボタンよろしくね。バイバーイ。